皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今日も皆さんがお楽しみのお時間がやってきましたよ。今回は誰もが一度は経験したことのあるあの現象、デジャブについてお話をしていきます。デジャブ。日本語で言うと既視感ですね。僕の好きな映画マトリックスをよく動画でも話題に出すんですけども、そのマトリックスの中でデジャブは仮想世界のバグだという設定でした。確かにバグっぽいですよね。視聴者の皆さんも絶対体験したことがあると思うんですが、そのデジャブってなんで起こるのか知っていますか？体験はしているけど、なぜ起こるのかはわからない。そんな人って多いのではないでしょうか。デジャブはなぜ起こるのか、まさか本当にバグなのか。今日はそんな不思議な現象、デジャブについてお話をしていきます。改めてデジャブとは、初めて体験することなのに、すでに体験したことがあるように感じる現象。あれ？これ前にもどこかで同じようなことがあったなっていうような感覚になるあれです。例えば、ふとした時にこの場面をすでに体験したことがあるように感じる。初めて来た場所なのになぜか知っている。地図を見なくてもこの先の道がどうなっているかわかる。初対面なのに、あれ？この人前にも会ったことあるなというように感じる。ナンパのやつじゃないですよ。あれ？お姉さん、前にも会ったことありますよねっていう王道の手法とは違います。そして僕はこの手法でナンパを何度も成功したことがありません。まあそういったこれ見たことあるなっていう感覚です。このデジャブ、全人口の 60% から 70% の人が体験したことがあると言われているんです。結構多いですよね。かなりの人が体験しているということです。なので特に珍しくない現象として皆さんも認識しているのではないでしょうか。そんなデジャブですが、実は心理学や脳神経学では研究はしているものの未だに解明はされていないんです。こんなに体験している人がたくさんいるのに解明されていないって不思議なことですよね。でもデジャブが起こる瞬間っていつ来るかわからないし、脳波を記録するとかそういうことも難しいんですかね。ただ、科学的には証明されていませんが、4つの仮説が立てられています。ではその仮説について1つずつお話をしていきますね。仮説1、脳の推測。皆さんの脳みそ、体の中でも特に優秀な器官ですよね。でも実は脳って意外と騙されやすいです。今までの経験や訪れた場所とすごく似ている状況だったり、似ている環境を脳は区別できなくなることがあります。脳は常に全ての情報を処理できている、そういうわけではないです。そんな時、脳はどうするかというと、過去の経験から状況を推測するんです。その推測によってデジャブが引き起こされてしまうというものです。初めて通る道を、あれ？ここ見たことあるなってなるのは、あなたがよく通るあの道を脳が導き出して、ここに似てますって言ってるのかもしれないですね。これはありえそうですね。普通にあの道に似てるなって感じることはありますからね。それでは仮説2、記憶の書き込みエラーが起こっている。脳の記憶を司る部分、海馬に記憶を書き込むときに脳内の神経系統が2度同じ情報を処理してしまっているという説です。要は脳がバグってるってことですね。結局バグです。何かしているとき、それと同時に脳は記憶をするんですけども、その処理をするときに間違って2回記憶しちゃうということです。1回目と2回目の書き込みのわずかな時差によって2回目にはもう知っている感覚、要するにデジャブになるということです。では仮説3、目が認識するタイミングのズレ説。左右の目が視界を認識する速度に 0. 何秒かズレがあって、そのズレによって遅れて同じシーンを認識しているというものです。目が認識するタイミングは同時じゃないということですね。右目で見た後、左目でもう一度見るから、既視感が生まれるということです。一国堂の腹話術みたいなもんですかね。あれ？声が遅れて聞こえてくるよみたいなやつですね。それでは最後、4つ目の仮説。夢で見た景色と錯覚するという説です。人間は記憶の整理のために夢を見ます。でも皆さん、その夢すべて思い出せますか？それなかなか無理ですよね。僕は基本的に毎日のように夢を見ます。でも、夢をたくさん見てても、起きた瞬間思い出せない。そういうことってありませんか？
でもそれは思い出せないだけで脳にはちゃんと記憶されてるんですね。それを体験したことだと勘違いをしてデジャブだと思うというわけです。皆さんはこの4つの仮説どう思いますか？脳のバグや記憶違いは確かにありそうですよね。実はデジャブは解明されていないだけであって、スピリチュアル要素強めの説もいくつかあるんです。次はもう少しスピリチュアルに寄せた説をご案内しますね。マネクマチャンネル。デジャブの感覚に陥った時、稀にその感覚がすごく長い時間続く時ってありませんか？もしデジャブの原因が脳の誤作動だとしたら、そんなに長い間誤作動が起こることってあり得るんでしょうか？先ほども説明した通り、デジャブが起きる原因の多くは科学では説明できません。なので、その感覚にはスピリチュアル的な意味が隠されているのでは、なんて言われてるんです。守護霊からのメッセージ説。守護霊とは人などにつきその対象を保護しようとする霊のことです。その守ってくれる守護霊からスピリチュアル的なメッセージがデジャブではないかという説ですね。もしそうならどういうメッセージなのかわからないですよね。デジャブが起こった時、それはいいメッセージなのか、それとも悪いメッセージなのか。パラレルワールド説。パラレルワールドとは今ある世界と並行した世界のことです。SF の世界の中だけに存在するのではなく、理論物理学の世界でもその存在の可能性について語られているような意外と現実的な仮説なんです。私たちは生きている間、いろいろな選択をします。たくさんの選択をしてきた中で今の自分がいるんです。その時、別の選択をした自分がいるとします。その別の選択をした自分のいる場所がパラレルワールドということになります。皆さんも経験したことはないですか？自分の記憶ではこうだったはずなのによくよく調べたら記憶と違うっていうこと。例えばピカチュウの尻尾、皆さん何色か知ってますか？僕は黄色と黒だったと思います。でも本当は黄色一色なんですよ。絶対にピカチュウの尻尾って黒が入ってるってイメージありませんか？僕の中では確実に黄色と黒です。実は僕と同じようにそんな体験をしている人がたくさんいるんです。そのため過去が書き換わっていることがあるのではとネットで話題になりました。パラレルワールド的に言うと、ピカチュウの尻尾が黒い世界線も存在している。もしくは存在していた可能性があるということです。過去が書き換わる。その現象こそがパラレルワールドへの移動。きっと僕も移動していたはずです。だってピカチュウの尻尾は、あれ？黒一色だったかな？はっきりもうわからなくなっています。僕の中にはたくさんの世界線があるようです。そんなパラレルワールドに移動するときにちょっとした違和感があるらしいです。その違和感こそがデジャブというわけです。前世の記憶説。人間の魂は約800回の転生を繰り返すと言われています。800回ですよ。めちゃくちゃ多いですよね。実際に世界には前世の記憶を持ったまま生まれてきた人がたくさんいます。バージニア大学の精神科医イアン・スティーブンソンは1961年から生まれ変わり事例の実地調査を始めました。1997年に生まれ変わりの信憑性が高い事例をなんと225例も発表したんです。その中には前世の家族構成や住んでいた場所、自分が死んだ時の様子を覚えている人もいます。そんな前世の記憶ですが、覚えている人ばかりではありません。普段はその記憶を忘れてしまっていて思い出せません。でも、ふとした時に思い出す瞬間があるんです。それがデジャブというわけです。皆さん、いかがでしょうか？デジャブ、面白いですよね。解明されていないっていうのが、また面白いポイントだと思います。はい、それでは、今回は誰もが一度は経験したことがある現象、デジャブ、既視感についてお話をしました。今日お話しした中にはたくさんの説がありましたが、皆さんはどの説が濃厚だと思いますか？僕はどの説にも当てはまらないと思っています。なぜなら、マトリックスの世界はあるのではないかと心の中で思い続けているからですね。それぐらいマトリックスが好きだということです。それでは皆さんのお考えはコメント欄にたくさん書き込んでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あれ？声が後から聞こえてくるよみたいなやつですね。うまいこと編集しといて。